リストランドキメラの筒井光彦です。今日はブロッコリーとサーモンのサクサク食感ペンネをご紹介します。ペンネの材料をご紹介します。ペンネ、ブロッコリー、アンチョビ、ピュアオリーブオイル、サーモン、水、昆布、エクストラバージンオリーブオイル、ドライパン粉、レモンは皮のみ使います。まずはペンネの下準備をしていきます。サーモンです。今日サーモン使ってますが、他の魚でも結構です。白身魚でもいいですし、赤身のカツオとかマグロとか他のものでも結構です。で、生が苦手な方は焼き魚焼いていただいてほぐしてもらうとか、そういう形にしてもらっても結構です。一口大に切ってください。で、そして塩コショウします。で、全体に塩コショウしていただいたら軽く混ぜていただいて、で、広げていただき、これで冷蔵庫で30分ぐらい置いてください。じゃあパン粉用のレモン切ります。まず皮を剥きます。皮を剥くときに、できるだけこの裏の白い部分が入らないように黄色い部分だけ薄く剥いてもらう方がいいです。で、白いところがどうしても入ってしまったら包丁で少しこういう形で取っていただいたらいいです。この絵が入ってしまうとちょっと苦味が強くなってしまうので、黄色い部分だけにしてもらう方が香りも良くて雑味がないです。で、少しまとめていただいて刻んでいきます。まず千切りにしていただいてから横に向けてみじん切りの形にします。これおろし金等で皮だけ吸っていただいてもいいんですけど、包丁で刻んでいただいた方が皮が少し粗くなります。粗くなる方が食べた時に歯に当たって香りが出ますんで、できれば包丁で切っていただくのをおすすめします。多少粗く残っても構いませんので、まとめて最後にこういう形で刻んでいただいてもいいです。はい、そうしましたらサクサクパン粉を作ります。まずフライパンにパン粉、これドライパン粉です。ソフトパン粉だと柔らかいのでドライパン粉にしてください。で、オリーブオイル混ぜます。で、これ一度入れていただいたら、一番いいのは手でこういう形で混ぜてもらうのが一番いいです。ちょっと手にオリーブオイルついてしまいますが、全体にオリーブオイルを染み込ませてください。で、そうしましたら火をつけていきます。中火ぐらいで大丈夫です。強火にしてしまうとすぐ周りが焦げてしまいますので、カリカリになる前に真っ黒焦げになってしまいます。ですので中火ぐらいでたまに混ぜながら温度上げていきます。で、塩を一つまみだけ入れてください。これあまり入れますとしょっぱくなってしまいますので、目安としては少し食べていただいて、ちょっと軽く塩分あるなっていうぐらいにしてもらったら一番いいです。この辺はちょうどこのフライパンの鍋肌から色ついてきますので、周りをよく混ぜながら、最初にこの横の方がついてきますので、この辺こまめに混ぜてもらえると綺麗な色のパン粉に仕上がります。で、急に温度が上がってきますので、この辺ぐらいまで温度上がりましたら一度火力を少し弱めていただけると
ゆっくり色づいてくれるので、ちょうどのタイミングを逃さずに揚げれます。でオリーブオイルを入れてしまいすぎると、このカリカリっていうよりはオイルの量が多くてべちょっとなってしまいますので、ギリギリのオリーブオイルの量で入れてください。今日は分量の方は出しておりますんで、その分量で大丈夫だと思います。これぐらいですね。これぐらいだったらもう一気にボウルに移して冷ましてください。ここでちょっとフライパンに置いておくと、置いてるだけで余熱で焦げてしまいますので、もうちょうどの色だと思ったらすぐ揚げてボウルに置いてください。はい、これ先ほどのパン粉です。ちょっと触っていただいて、粗熱が取れてから、最後に先ほど刻んだレモンの皮を少し入れます。今日これレモンの皮してますが、他の柑橘類の皮でも結構ですし、もっとさっぱり青っぽい感じにしたい方は、パセリ入れていただいたりしても結構です。胡椒ちょっと効かしてもらったり、ピンクペッパー入れていただいたり、風味はちょっとカレーパウダー入れていただくとかするとカレー風味になったりもしますので、今日はレモンにしております。大体こんな感じです。じゃあ続いてブロッコリーいきます。まずは房に分けてください。このつながってるところを切ってもらったら分かれていきます。芯の方は栄養ありますんで、こちらも今日はフードプロセッサーで回しますんで、入れていただいても美味しいと思います。で、房の方は何枚かに切っていただいた方が、後でフードプロセッサーかけた時に綺麗に潰れますので、少しあらかじめ刻んどいていただけると後が早いです。この辺はもうまとめて切っていただいたらいいです。はい、それでは先ほどのブロッコリーをフードプロセッサーにかけます。これフードプロセッサーない方はまな板の上でそのままみじん切りにしていただいたらいいんですが、結構ブロッコリーって刻むの時間かかるので、ある方はフードプロセッサーを使ってもらった方が断然早いです。小さいものがあれば2回3回に分けていただければすぐできると思います。一度見ていただいて、結構しっかりめに潰していただいた方がパスタに絡みやすいです。だいたいこれぐらいです。はい、それではブロッコリーのソース作っていきます。まずフライパンに先ほどのブロッコリーを細かくしたものを入れます。で、そこにピュアオリーブオイル、少しでいいです。全体が馴染むぐらいでいいです。で、一つまみだけ塩入れていただいて、軽く水分を飛ばすような感じで少し炒めます。全体に塩とオイルをなじませながら炒めていきます。で、そこに次だしを入れます。1日前に水に昆布をつけたものです。もし1日前作っとかなければ、ちょっとお湯に昆布の出汁取るような感じで味出していただいてもいいですし、もっと早くするのでしたら、昆布茶ちょっと水に溶いていただいて作っていただいてもいいです。家にあるお出汁使っていただいたらいいと思います。これ入れます。で、ブロッコリーに火を通していきます。で、細かくなってますんで、もうすぐ火が入ります。ですね、今日この昆布だしを入れていただいて、ちょっと水分を飛ばすような感じで煮詰めていただければ、もう煮詰まれば火が入ってると思ってもらったら結構です。で、あんまり加熱しすぎると今度ブロッコリーの色が悪くなりますんで、
で、水分がちょうどなくなったぐらいで、はい。ちょうどこう斜めにしても水分が出てこないようなぐらいまで煮詰めてください。でこれを入れていきます。で、火を入れすぎるとちょっとブロッコリーの緑がくすんで飛んでしまいますんで、短時間で煮詰めていただければいいと思います。で、そこに今日はアンチョビ。混ぜていきます。ペーストがない方は、アンチョビのフィレを包丁で叩いていただければいいです。で、ここはエクストラバージンのオリーブオイル。ここはピュアでなくて、バージンにしていただいた方が風味がいいです。はい、もうソースはこれで完成です。簡単です。はい、じゃあパスタ茹でていきます。今日はペンネにしてます。1% ぐらいの塩分濃度のお湯を沸かしてもらって、最初表面固まるまで軽く混ぜていただいて、その後はもう表面が固まればくっつきませんので、最初だけ軽く混ぜてください。だいたい 1% なので、1リットルのお湯で 10g ぐらい塩入れてもらえれば 1% になります。じゃあパスタが茹で上がりましたんで、しっかり水気切ってください。で、先ほどのボウルに和えます。しっかり焼いてください。今日ペンネにしてますが、他のものでしたらリボンの形のファルファレだとかオレケッティなどでも結構です。ショートパスタ苦手な方はもちろんロングパスタで作っていただいても構いませんが、ショートパスタの方が和えやすいです。じゃあそのまま盛り付けていきます。じゃあペンに持っていただいて、先ほどの塩コショウしたサーモン、常温に戻しといていただければいいです。軽く火が入った方が好きな方はブロッコリー和えるときに一緒に和えてもらってもいいです。そうすると表面少し火が入って半生のような感じになります。今日は生のものをそのまま散らします。で、最後に先ほどのパン粉。これあるのとないのでは全然違いますんで、ぜひこのカリカリの食感とペンネを一緒に楽しんでみてください。こちらで完成です。